家族が使いたい器を作るとか、単純にそういうところからなんですよ。なんかもっと生活楽しみたいというか、なんかそういうところですかね。
きっかけは、結論から言うと祖父が信楽焼の陶芸家だったっていうところなんですけど、陶芸する前はアパレルで働いてまして、なんかそこでずっとやり続けていく覚悟ができなかったというか、なんか新しいことをしたいなっていう気持ちがずっとあって、でなんか探してた時に、ふとちょっとおじいさんのことを思い浮かんだというか、楽しそうに仕事をしてる姿をなんかバッと思い出した時に、なんか陶芸ってなんかいいなっていうか、おじいさんの展示会とかに手伝いに行き出したのが最初ですね。思い切って仕事を辞めて信楽の窯業試験場に入ったんですけど、いろいろ土を触った時に、子供の時によくおじいちゃんの工房で怪獣とかなんかちっちゃいおもちゃとかを粘土で作ってたんですよ。その時の感覚をなんかちょっと思い出して興味を持ったというか、その楽しくなってきて入ったのがきっかけになります。信楽窯業試験場行った時に、子供の時に土を触ってた頃の経験が生かされたのか、ろくろをしてて上手に作れる感覚が自分の中であって、簡単なものから難しいものまでどんどん難易度が上がっていくんですけど、そのカリキュラムの中でどんどん作れるものが増えてきて、楽しくなってきて、自分でもやっていけるんじゃないかっていう感じがしました。作品に模様をつけようっていうのは最初から思ってて、試験場の頃からいろんな模様をつけるようにして、いろんなことを試してきたんですけど、ちょっと奇抜なものばっかりで、師匠の大谷哲也さんと桃子さんのところに弟子入りしたんですけど、そこでいろいろ陶芸のことを学んで、5年間の中で自分の作品を作ろうと思って、その度に哲也さんと桃子さんに店に行ってたんですよ。その中でいろんなものを見せた中で、哲也さんがこれいいんちゃうかって言ってくれた模様の一つなんですけど、これは。で、そこから自分なりにちょっと工夫して、より模様が綺麗に見えるようにとか。僕もともと手先器用で大変な作業を黙々とやれるのが自分のいいところだなと思ってて、結構その黙々と何か集中してやれるっていうことを生かした模様がこの模様になるんですけど、器のシルエットにこだわってて、この模様がこう波線になってるじゃないですか。その模様がより綺麗に見えるように、外側のシルエットもすごくこだわってて、こう膨らみがあるじゃないですか。この膨らみのピークのところに一番綺麗な太いところを持ってくるようにしてるんですよ。綺麗に見えるように意識してるんですけど、どの作業の中でも削りの工程が一番好きなんですけど、削りの工程が一番シルエットが美しく出せるタイミングというか、削ることでもうシルエットが決まるので、シルエットっていうのはすごくこだわっています。使ってる土は 2種類あって、ちょっと細かめの土と粗い土の2パターンあるんですけど、細かい土は仕上がりがやっぱりつるっとしてて、釉薬もすごく滑らかに見えるんですけど、粗い土は逆にちょっとゴツゴツ石が入ってるので、鉄分も含まれてるので、ちょっと色が変わったりとかで、同じ釉薬使ってても全然違う色になるので、その辺は面白くて、この2種類を使っています。僕は作る時に1個引きをしてるんですよ。玉を作って、その玉1個で1個の作品ができるっていう作り方をしてるんですけど、元々の重さが一緒なので、仕上がりも重さが一緒なんです。削る時にすごく削りやすいんですね。ウェイトバランスをすごく気にしていつも削ってるんです。一個一個一応測りで測って削った後の重さを見てるんですけど、重すぎず軽すぎず、ちょうどいい重さっていうのを意識して作るようにしています。
水はもう僕いつも釉薬作る時何百通りっていう数を一気に釉薬作るんですね。もともと僕文系で理系じゃないのでピンポイントでここを狙っていきたいっていう釉薬の調合の仕方とか結構難しくて苦手なんですけどだから一回全部やってみるっていうやり方をしてたんですけど、そのしてた中に自分が気に入ったものをこうピックアップして実際に物にかけてみるっていうやり方をしてるんです。でその中で僕が気に入った色を白とベージュと使ってるんですけど、でももっともっとこれから色は増やしていきたいなと思ってます。はい。やっぱ新しいものを自分で作ってそれを使ってみる時っていうのは楽しみな時間なんですよ。やっぱ新しいものを作るとやっぱこれ微妙やなっていうのも出てくるんですよ。そういう微妙なものでもとりあえず使い続けて何がダメやったかっていうのがなんとなく改善すべきとこが出てきたりとか、次こうしようっていうのも出てきたりするので、ダメなものはダメなものを捨てるんじゃなくてそれはそれで使ってみてっていう風にしています。ありがたいことにお仕事は結構いただいたんですよ。でも、最初なんで何でもかんでも仕事を引き受けたというか、できるだけ全てやるようにしてっていう風に思ったんですけど、まだその自分のレベルをちょっと分かってなかったというか、限られた期間でどれぐらいできるかっていうそういうのもちょっと分からなかったですし、物を作るスピード感とかもいまいち自分の中ではっきり分かってなかったので大変だった。ありがたい話なんですけど、でも大変だった
1年でした。独立してよかったです。はい。やっぱ家族との時間が一番長く取れるのは、とにかくもう僕それが一番求めてたというか、子供できて、子供との時間をやっぱできるだけいっぱい取りたいって思うし、この仕事選んでよかったなって思うのは家でできる仕事だし、選んでよかったなって思います。絵描いてていいよ。絵描きます。子供の見てたら大変な感じのスピード感。これは子供用。僕は大谷哲也さんと桃子さんのところで弟子入りを5年間してきたんですけど、いろんな影響を受けてきたんですけど、その中で僕が一番今の作品に影響を受けたなって思うことを、僕弟子入りして間もない頃に陶芸家は料理できた方がいいよっていうふうに言われたんですよ。器を作る人間は料理のことも分かるとよりいいものが作れるっていうふうには確かにそうだなっていうのを思って、でも当時僕はなんかただかっこいいものを作りたいっていう風な考えしかなくて、その言葉を聞いて目から鱗だったっていうか、当たり前なんですけど確かにそうだなっていうので、そこから料理するようになりましたし、子供もできて家族がいるわけで、子供たちにとって使いやすい器を作るとか、自分の作る料理から作品が生まれてきているので、ああそうだなって思って影響を受けた言葉でした。僕の作品が生まれてるのは家族が使いたい器を作るとか、単純にそういうところからなんですよ。こういうの作ってほしいとかってもよく言われるんですけど、家族から。今回、こういう料理の集計とか撮ってほしいって言ったのは、そこからでしかないんです。僕の器が生まれてるのって。シンプルに自分たちの生活から生まれた器っていうのを伝えたくて、その生活別に普通なんですけど、そういうのをちょっと切り取ってもらえた方が伝わりやすいかなと思って言ったんですけどでも哲也さんと桃子さんの影響もあるんですよ。仲良くてめちゃくちゃ家族大切にしはる方々で、もう何かのイベントごとにはもうちゃんとみんな集まって、東京にいてようがどこにいてようがちゃんとみんな帰ってくるんですよね、家族のもとに。そういう関わり方っていうか、暮らし方っていうのにすごく憧れたっていうところもありますし、自分もそういう風になりたいなっていう風に感じたのもありますし、はい。なんかもっと生活楽しみたいというか、なんかそういうところ